ちょうどアリエクスプレスでこういったね、クロックが安かったんで買ってきました。これ一つあたりね、どちらも数百円ぐらいのすごくお安い価格で、購入できるものだと思います。詳しい値段ちょっと貼っておきますね。で、一つはこちら側。これ自光式 LED ですね。時刻と温度が表示できるらしいんですけど、温度はどっちでもいいんで、この時刻が表示できるのがいいかなと。で、こっち側はですね、こうバックライトがオレンジ色の、液晶ですね。そういった形で、どっちがいいかなと思って、両方買ってみて、いい方を MG につけてみようかなと思ってるわけです。で、もともと使っていたクロックなんです、時計なんですけれども、こうやってね、多分この車内のすごいこう劣悪な環境っていうんですか、温度とかね、すごい上がっちゃいますよね、夏とか。そういったところだと思うんですけど、液晶のね、欠けが激しくって、ほらもうこれ見るとわかるですよね。これ今、多分15時20分ぐらいだと思うんですけれども、もう1の、一番こっち側の1のところなんかもう何にも見えないっていうような形。こんなような形で、ちょっと使えなくなってきてるなっていうところがありますんで、新しいものに変えたいと思っているところです。とね、こちら両方ともね、こっちもこっちも太陽光パネルっていうんですか、ソーラーパネルがついていますと。で、例えばこっちは、こちらに電池が、コイン電池が入っているんですけれども、それで時刻とかのメモリをしてるんですね。で、実際、ここのソーラーパネル何に使ってるかっていうと、おそらくなんですけれども、バックライトのところの照明に、使ってるんじゃないかと思います。こちらは自光式なんで、ここの、ここで、太陽光で充電したものというものをこちらの時刻の表示に使っているんじゃないかなと思っています。で、例えばこっちだとここに充電のところね、充電の口、これはマイクロ B かなが使ってこちらで充電することも可能です。で、これは温度プローブですね。で、こちらはですね、いろいろとこうオンオフがあって、ここでセットすることができると。こちらにね、実際のスイッチがあるんですけれども、これをオフにしちゃうと、またね、時刻とか全部設定し直さなきゃいけないんで、一回オンにして時間を合わせたら、基本これは入れっぱなしっていう風に考えた方がいいかと思います。そういうことを考えると、こっちのね、液晶のやつはね、コンパクトなのはいいんですけれども、同じような形で液晶の欠けが発生するかもしれないかなっていうのが、ちょっと今心配しているところですね。で、この2つの時計なんですけれども、今ね、これね、ちょっと表示してるんですけども、実際、こちらの時計は、しばらくするとこの時刻表示が消えます。で、こちらの方は、バックライトが消えるようになってます。そして、この表示が消えた後っていうのは、振動ですね。振動をかけると、ここがパッとまた表示するような形になっているようです。振動検知式っていうんですかね。それで電池の消費っていうのを抑えてるんでしょうね。で、実際ね、使う時になったらもう何かしら、例えばこれエンジンかけたらエンジンの振動でブルブルって震えますんで、実用上は全然問題ないんじゃないかなと思ってます。で、この2つどちらがね、適してるかな、MG に似合うかなというか、自分の使い方に合ってるかなというのをいろいろ考えてるんですけれども、そうですね、多分今んとここっちの方が見やすくていいんじゃないかなと思ってる感じですね。なのでこちら側を今回つけていこうかなと
思ってます。で、これ両方とも、ここの下にですね、両面テープが付属してまして、それを貼り付けるような形で取り付けができるかと思います。で、こっち側はね、またなんか他のものに使おうかなと。これはこれでまた便利なので、はい、使おうかと思ってます。